こんにちは、シャマクロです。今回はステーブルディフュージョンで画像生成する際に知っておきたい拡張機能を10個サクッと紹介していきます。ステーブルディフュージョンで画像生成する場合のツールとしては、オートマチック11氏が公開している WebUI を使うのがデファクトスタンダードになっています。この WebUI では通常の使い方に加えて自由に拡張機能を追加してより便利に画像を生成することができます。拡張機能を使ったことがない方もいると思うので、一度拡張機能の使い方を説明しておきますね。拡張機能の使い方は2通りあります。1つ目の方法は WebUI を起動してエクステンションタブからインストール from URL を開き、追加したい拡張機能のリポジトリ URL を入力する方法です。インストールをクリックして拡張機能をインストールした後、変更を適用してから WebUI を再起動することで拡張機能を導入することができます。2つ目の方法は WebUI を起動する前にエクステンションフォルダに追加したい拡張機能のリポジトリをクローンしておく。このように書くことで拡張機能のリポジトリがエクステンションフォルダにコピーされます。この画面では政治メーカーで行っていますが、更新ボタンをクリックすればクローンしたリポジトリがエクステンションフォルダに反映されると思います。どちらの方法でも同じように WebUI に拡張機能を追加できます。ではここからは拡張機能を一気に紹介していきますね。コントロールネット。コントロールネットは AI 画像生成界隈に革命をもたらした構図や特徴の制御に役立つ拡張機能です。通常プロンプトのテキストを入力して画像を生成するテキストトゥイメージでは、キャラクターのポーズや構図はランダムとなり、プロンプトだけで制御するのは非常に困難です。コントロールネットを使うと参考画像からポーズや構図の情報のみを抽出できるため、生成したいイメージの画像の作りやすさが段違いとなり、ガチャ要素を減らせます。画像生成 AI をある程度触った人ほど構図制御の恩恵を感じるのではないでしょうか。棒人間の形で情報を抽出するオープンポーズや線画を抽出するキャニーなど、目的に応じて豊富な機能を使い分けることができます。また最近追加された新機能として IP アダプターというものがあります。 IP アダプターは参照画像を指定することでその特徴をプロンプトとして扱える機能です。例えばこの画像を参照元として指定し、適当なプロンプトを入力して画像を生成してみました。すると参照画像の特徴を引き継いだ画像を生成できているのがわかるでしょうか。悪用厳禁ですが、コントロールネットは画像生成の可能性をさらに広げられる拡張機能だと思います。アニメートディフ。アニメートディフを使うと画像生成 AI によるアニメーションを作成できます。テンプレートとして用意されているズームやカンなどのシンプルな動きのほか、モーションモジュールというファイルを適用することで入力プロンプトによるアニメーションの指定もできます。先ほどのコントロールネットと組み合わせて構図を制御できるようになったことで、破綻が少なく自然に変化する映像を生成できるようになりました。現状は数秒のアニメーションしか作成できませんが、生成 AI を活用して個人でも手軽にアニメーションを制作できるようになる日も近いかもしれませんね。イージープロンプトセレクター。イージープロンプトセレクターはプロンプトとして入力する単語を補助するための拡張機能です。よく使う単語を簡単に入力できたらいいのにとか、この表現ってどんな英単語を入力すればいいんだろうなど、プロンプトの入力に悩むときに役立ちます。この拡張機能の中のタグスフォルダに YML 形式のファイルを配置することで、デフォルトで登録されている単語のほか、カテゴリー分けも含めて自由に単語を追加登録できます。フリー U。フリー U は生成する画像の品質を1段階アップさせることができる拡張機能です。推奨設定を適用するだけでクリアで綺麗な画像を生成することができます。基本的な効果としては彩度が高くなり、よりリアルな質感に近づくという印象でした。モデルとの相性はあるようで、
アニメ調の画像を生成する場合よりも写真のようなリアリティのある画像を生成するときに有用な拡張機能かもしれません。アフターディテイラー。アフターディテイラーは生成画像の顔や手などの崩れやすい部分を補正してくれる拡張機能です。背景も含めた全身が映る構図では顔が崩れやすいという問題がありますが、アフターディテイラーを適用すると自動で顔を認識して補正してくれます。比較すると明らかに顔の書き込みが増えてクオリティが上がっているのがわかりますね。アフターディテイラー用のプロンプト入力欄を活用すると生成画像の表情差分を作ることもできます。デメリットとしては通常の画像生成後に補正処理を行うため生成時間が2倍程度に長くなる点は注意です。クリーナー。この拡張機能はラマクリーナーという画像修正ツールを WebUI で使えるようにしたものです。画像生成しているとこの部分がなければ良い画像なんだけどと思うことはよくあると思います。そのように生成した画像の一部だけを除去したい時に有用なツールで使い方は非常に簡単です。画像の中の不要な部分を塗りつぶすだけで OK。 周囲の情報をもとに塗りつぶした部分を自然な形で取り除いてくれます。比較してみると綺麗に画像の一部が取り除かれているのがわかりますね。 WebUI 上でちょっとした画像の加工もできるのは便利です。スタイルセレクター。この拡張機能を使うと生成する画像のスタイルを手軽に変更することができます。アニメ調やリアルな 3D 画像、線画やピクセルアートなど様々なスタイルが用意されているため、好みのスタイルを適用するだけで自動でプロンプトが追加入力され、生成画像のスタイルが変わります。以前紹介したフォーカスという WebUI では、デフォルトで同様のスタイルセレクターが実装されていました。入力プロンプトの参考にもなるので、一度使ってみると面白いと思います。コンフィグプリセッツ。コンフィグプリセッツを使うと、WebUI のパラメータ設定を保存して一括で変更できます。WebUI を起動するたびに画像のアスペクト比やステック数、適用するサンプラーなど、よく使うパラメータ値を設定し直すのは手間ですよね。お気に入りのプリセットを保存しておけば、効率よく画像生成を再開できるので重宝します。WebUI を再起動したとしても、保存したプリセットを読み込めば、ワンクリックで設定を反映することができます。ただし、プリセット設定は拡張機能フォルダの中にある JSON ファイルに保存されています。政治メーカーなら問題ありませんが、Google コラボで WebUI を使用している場合は、ランタイムの接続を切る前に、ローカルにバックアップしておく必要があるのは注意点です。カットオフ。カットオフという拡張機能は、生成画像の部分的な色指定が可能になるツールです。通常の画像生成では、色に関連する言葉を増やすほど意図しない部分の色に影響することが多く、髪の色や服の色などを具体的に指定したとしても、指示通りの場所に意図した色が反映されないことがよくあります。このような場合に、カットオフを使うと部分的な色指定がうまくいくことがあります。プロンプトが長すぎると打率が下がるなどの報告もありますが、細かく色を指定したいときに活用する価値はあると思います。ウェブページクローズコンファメーションダイアログ。最後は地味に便利な拡張機能の紹介です。これは WebUI のページを閉じたり再読み込みしたりする前に確認ダイアログを表示するだけの拡張機能です。通常は WebUI のページをワンクリックで消すことができてしまいますが、この拡張機能を使うとページを消す前に確認ダイアログが表示されるため事故を未然に防げます。たったそれだけの機能ですが、入れておいて損はないと思います。今回はステーブルディフュージョンで画像生成する際に知っておきたい拡張機能を紹介しました。拡張機能を追加すると、単にプロンプトを入力して画像生成するだけではなく、より便利に自由度高く画像を生成することができます。こんな拡張機能もおすすめだよとか、これをもっと掘り下げて解説してほしいなど、ぜひコメントをいただけると嬉しいです。また WebUI のバージョンが違ったり
追加する拡張機能によっては相性が悪かったりすることもあるので、それぞれの環境によって正常に動作するかどうかが異なる可能性がある点は注意してください。以上、シャマクロがお送りしました。このチャンネルでは AI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。